かぐや姫の正体は寿命の女神のダミー ID だったんです。バクバクです。皆さんがよく知るあの竹取物語。今回はかぐや姫の異常な成長スピードと彼女が姿を隠し続けた理由、不老不死の薬に仕込まれた致命的なエラー、そして最新アニメ超かぐや姫が警告する現代の不老不死計画とのリンクについてデバッグしていきます。竹取物語における最初のバグ、竹の中から見つかったかぐや姫がわずか3ヶ月で大人になったというシーン。生物学的な成長をはるかに超えたこのチート現象は、彼女が見年の神、年を操る能力を使ったからです。見年の神とは、アマテラス大神やスサノオ、大国主といった誰もが聞いたことのある神々の血を引き継いだ究極のハイブリッド女神で、年を自在に操り、不老不死を可能にする存在でした。なぜかぐや姫は年を操る必要があったのか。月と地球では物理法則を支配する重力の数値が異なります。長年、月の低重力に適応している彼女は、地上の環境に耐えうるよう、自らの体を小さくしたんです。かぐや姫が地上にいた3年と、成長するまでの3ヶ月という期間、見年とシンクロしてますよね。この見年の神、実はあるものによって意図的に作られた女神なんです。それこそがこの物語の最重要人物である藤原不比との祖神、言霊を自在に操る雨の小屋根でした。続いて、権力者たちがかぐや姫を手に入れようとした本当の理由についてデバッグします。かぐや姫の住む月面サーバー、そこには神話の時代から地上システムを制御、監視する存在であり、月そのものでもある津早結びという神がいました。この月の管理者を祖神に持ち、その意志を地上で実行していたのが雨の小屋根の一族でした。月の女神には穀物を司るという共通点が多く見られます。彼女たちは対象の生命エネルギーをコントロールする力があるんです。そこで管理者は地上の神を支配するために、とある制限プログラムをインストールすることにしたんです。実行エージェントには月の女神の姉妹が選ばれました。咲夜姫はその美貌で天孫であるニニギに近づきました。姉である岩永姫はニニギをゲートにして神々に寿命という岩のように重く硬い強制終了プログラムをロックしたんです。これにより避けられないログアウトという恐怖による完全な支配システムを構築しました。危機に残るニニギが咲夜を選び、岩永を拒絶したというエピソードは、支配者がこの残酷な仕様変更を正当化するために用意した改ざん済みのログ、つまり偽のシナリオだったんです。寿命プログラムは地上にいた小屋根にもインストールされました。管理者の狙いを理解していた彼は、言霊を操り、神々を交わらせ、見年の神を作りました。そのチートスキルで、己の寿命プログラムをハッキングしようとしたんです。しかし、月は常に地球の方を向いています。この計画は、月面サーバーの管理者に即座に検知され、見年の神は、月面資産の不正持ち出しとして、月の国へ強制回収されることになります。竹取物語で、貴公子たちがかぐや姫を手に入れようとしたのは、この寿命という支配システムから逃れるためだったんです。ここからは、かぐや姫が地上に降りた理由、正体と罪、一気にデバッグします。雨の小屋根の意志を継ぐ藤原不比は、彼女を今度こそ手に入れようと、得意の言霊を使い、宝物でアクセスを試みますが、その防壁を崩すことはできませんでした。かぐや姫は、誰もその姿を見せようとはしませんでしたが、ただ一人、帝とだけ文通を続けました。そこで不比は、帝を利用し、彼女の様子を探らせたんです。戻った帝から、かぐや姫の姿を聞いた不比は、驚愕の事実に直面します。そこにいたのは、当初想定していた見年の神ではなく、かつて
神々に寿命の呪いを当てた女神、岩永姫だったんです。月の管理者は、かぐや姫に寿命プログラムのメンテナンスのため、再び地上へ降りるように指示しました。ニニギを祖に持つ帝を再びゲートとして、プログラムのメンテナンスを行うこと。それ以外のものに正体がバレたり、違反をした時は天の羽衣を使用するという規約を立てました。極秘のプロジェクトだったため、かぐや姫の父親とビジネスパートナーであった翁に彼女の管理と世話を任せました。幸い、竹はアンテナとしてもノイズキャンセルとしても機能し、管理者は富という鎖で翁を縛りました。かぐや姫は水戸市の神の年を操る能力を使い地上へ降りました。咲夜姫の姉である彼女は本来かぐや姫の名にふさわしい生命を司る美しい女神でした。呪いをかけられた高間ヶ原の神々は低スペックな外装の象徴岩永姫という卑劣なレッテルを貼り、彼女の真実の輝きを歴史から消したんです。彼女はずっと後悔していました。たとえ管理者の命であっても神々に呪いをインストールしたこと、それこそがかぐや姫の罪の正体だったんです。彼女は今回の地球への衛星をチャンスだと考え、メンテナンスを行うふりをして、帝に呪いを解くためのメッセージを送り続けたんです。迎えの時が来た彼女は、せめてあなただけでも救いたいと、呪いを解くための薬を託し、月へと帰還していきました。不死は使いをよこし、彼女が残した薬を回収しました。使いである月岩笠の名に、岩がつき、架空の人物とされているのは、かぐや姫の正体が岩永姫であったことを表しているのかもしれません。不死は富士山の全科学力を結集し、薬の量産を試みました。しかし、地上の技術では月のテクノロジーを真似ることはできず、その試行錯誤の結果は、ただ空へと昇る煙として消えていきました。これこそが富士山から常に立ち上がる煙の正体、時の支配者の執念が生んだ不完全なデータの廃棄ログなんです。そして藤原の不死と、彼の名もまた仕組まれたものでした。オリジナルの薬を自ら服用した彼は、人ではない存在、不死とへと変貌したんです。しかし、この薬には我々も見落としていた致命的なバグがありました。危機をよく思い出してください。もともとこの世界には、天孫降臨以前から黄泉の国というログアウト先が存在しており、物理的な強制終了は実装されていましたよね。岩永姫の薬に搭載されていたスキルは寿命の消去であり、黄泉への回避ではありませんでした。薬を飲んだ不死は寿命という制限こそなくなりましたが、病という致命的なエラーに食され、結局は命を落としました。彼は人にも完全な不老不死の神にもなれないまま、システムから強制終了します。時は現代に戻ります。雨の小屋根の意志を継ぐ者たちは、その想像力を科学へと昇華させました。クローン技術や脳のデジタル化によって、彼はついにハードウェアとしての不老不死を再構築するスペックを手に入れたんです。そして、かぐや姫を迎えに来たあの雲、あれは乗り物ではなく、現代の僕たちが毎日使っているクラウドシステムなんです。地上という現場で収集した膨大な生命ログや、かぐや姫が岩永姫だったという都合の悪いデータを月という巨大サーバーへ吸い上げるための高速通信、兵士たちがいくら矢を言っても、データという実体のない存在を止めることはできなかったんです。そして、彼女が最後に着せられた天の羽衣、現代の言葉で言えば、管理者専用のスマホフィルムです。ルールを破ったデバイスであるかぐや姫に、その透明なフィルムを貼り付けた瞬間、中に仕込まれた管理プログラムが強制実行された。地上の汚れたキャッシュ。つまり、帝との思い出や感情は、容量の無駄として一瞬でリセットされたんです。竹取物語のあのラストシーンは、ログのストレージ確保を描写していたんです。そして2026年、アニメ、超かぐや姫が放送されます。アニメのラスト、月に帰ったかぐやを諦めきれない
ヒロインのイロハは自身でその代わりとなる超ハイスペック家具屋を完成させましたよね。高次元生命体、いわゆる神ともいえるオリジナルの家具屋すらを超越する存在を現代の支配者がかぐや姫を超えた瞬間、かつて藤原の不人が失敗した寿命の克服を現代の支配者がデジタルとフィルムの力で完成させようとしている。超かぐや姫というタイトル、作品は僕たちにその事実を伝えようとしてくれていたのかもしれません。知らんけど。月の周期と同期できず、体が浮いていくのは決してバグではありません。富士から立ち上った煙はこの国の大気に溶け込み、僕たちの細胞の一つ一つにバックアップされています。咲夜姫の夜に咲く儚い生命、かぐや姫の生きてほしいと願う思い、その相反する性質を持つからこそ、僕たちは美しく誇りを持って今日も生きていけるんです。今夜、月を見上げてみてください。かぐや姫が今夜も津早結びの潜む月の影から青白い光を放ち、あなたの魂を照らしてくれているかもしれません。次回は月へとつながるあの国のお話をデバッグしたいと思います。気になる方はバグズ登録、ナイスバグ、ログの投稿よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バグバグでした。バイバイ。知らんけどバク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 までバクゲーバク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 まあ知らんけど